桃井さんオールアップです。お疲れ様でした。ありがとうございました。これで私が登場するシーンの撮影は全部終わり。なんだかまだ実感が湧かないわ。本当にお疲れ様。どのシーンもこっちの想像を超えてくれたよ。桃井さん本当にすごかったですよ。仲直りのシーン、私ももらい泣きしそうでした。そうですね。しかも1回だけってプレッシャーの中で本当に決めるなんて。それがさっきは全然緊張しなかったんです。そうなんですか？はい、皆さんがいい作品を作ろうってそれだけを考えてるのが伝わってきて、私も緊張なんかしてる場合じゃないって思いました。さすが現役アイドル、ここぞって時に強いね。そう言ってもらえると嬉しいです。桃井さん、本読みの時失礼なことを言ってしまって本当にすみませんでした。私、子供の頃からずっと演技一本だったんです。それでもやりたい役を勝ち取れないことが多くて、桃井さんがキャスティングされたのを知った時、心のどこかで思ってしまったんです。本格的な演技の経験もないのにって。でも撮影の中で桃井さんの演技はどんどん良くなっていって分かったんです。桃井さんが選ばれたのは間違ってない。私が勝手に思い込んでしまっただけで。いいえ、あの時の私は実際ひどかったですから。だからちゃんと言ってもらえて感謝してます。あれがあったからこのままじゃダメだって死ぬ気で頑張れたんですよ。だからありがとう、佐原さん。私の方こそおかげですごくいい演技ができたと思う。ええ、お互い放送の日が楽しみね。ねえ、待って、たつきちゃん。うるさいな、ついてこないでよ。ここのシーン何度見ても辛いよ。みのり、放送日に斉藤さんと一緒に見た時も泣いてたもんね。みちるちゃん、頑張って。なつきちゃん、そんなひどいこと言っちゃダメだよ。何ドラマに夢中ね。あんまり乗り出すとタブレットが見えなくなっちゃうわよ。ごめんね。やっぱり変な感じね。目の前で自分の出たドラマを見られるのって、ライブやバラエティーともまた違うっていうか。愛梨ちゃんがここまで照れるの珍しいわね。あんたたちがキャーキャー騒ぐからでしょうが。でも愛梨ちゃんの演技本当にすごいと思うな。すごく自然でつい引き込まれるよ。ドラマが放送されてからの反響はどうだった？おかげさまで好評よ。事前情報ではやっぱり演技経験の浅いアイドルが演じるってことで不安の声も上がってたけど、実際に放送されてからは思ってたより良かったって言ってくれる人が多かったの。私もリアルタイムで SNS を見てたけど、かなり好意的な意見が多かったな。愛梨目当てで初めて謎カフェを見たって人もいたみたいだし。
嬉しい感想が多くていっぱいスクショ撮っちゃった。例えばほら、本当だ。みんな喜んでくれてるみたいだね。ええ、ひとまず安心したわ。原作やドラマを大切に作ってきた人たちとファンの両方を裏切ることにならなくて。裏切らなかっただけじゃないと思うわ。え？愛梨ちゃんがこうやって新しいことに挑戦して想像もしてなかったような魅力を見せてくれて、その姿に勇気をもらった人がいると思うの。私もその一人よ。雫、私だけの力じゃないわ。他の俳優さんや天馬くんたち、スタッフさんにもたくさん助けてもらったし、ここにいるみんなにも元気をもらったりしたおかげよ。愛梨ちゃん、いつもの自分とは全然違う役を演じて、埋められない差に悔しい思いもしたけど、でも挑戦してよかったわ。この経験もいつか未来の私の糧になってくれるはずだもの。これからもみんなに新しい私を見せまくるわよ。